こんばんは。来てくれてありがとう。今回は太陽についてゆるくお話ししていくから、最後まで聞いていってくれると嬉しいな。当たり前だけど、東の方角から昇って、西の方角に沈む太陽だけではなく、夜空を観察していると、月も星も同じように東から昇って、西へ沈んでいくんだよね。これは日周運動といって、地球が西から東へ、1日に1回自転しているために起こることなの。テストに出るかもだから、記憶の片隅に入れておくといいよ。夜空に見える大部分の星は、自ら光や熱を出して輝いている天体、恒星で、太陽もその一つ。太陽の大きさは直径約139万 km。これは地球の直径の約109倍。めちゃくちゃ大きいけど、他の恒星の中ではごくごく平均的な大きさなんだって。地球から太陽までの距離は平均約1億4960万 km で、約8分19秒の光の距離に相当するの。この数値は平均的なもので、地球の軌道が楕円形だから、1月には最も近く約1億4700万 km、7月には最も遠くて約1億5200万 km になるんだよね。何かのドラマで、夕日に向かって走れ、と時速 10km で走ったとしても、約1700年かかってしまうんだよね。身近な存在なのにめっちゃ遠くてびっくりだよね。遠いと思った太陽と地球との距離、この距離感ってとても大事で、液体の水が岩石惑星の表面に安定して存在することが可能な領域を、ハビタブルゾーンと呼んでいるんだけど、地球はこの範囲に入ってるの。太陽系の中で太陽からの熱によって、液体の水と気体の酸素が存在できる温度になるのは、金星の外側から火星の内側まで、つまり地球の領域だけ、本当に地球だけなのかなって思った。最新の研究によって太陽系でハビタブルゾーンに入っている天体は地球だけではないことが分かってきたの。それは木星の衛星エウロパだけど、その熱は太陽によるものではなく、木星の周りを回る時の潮汐力によってエウロパそのものが変形するほどの力がかかり、その時の摩擦によって熱が発生するというものだから、地球のとはちょっと意味合いが違ってくるけど、果たして生命体がいるのか、これからの探査をワクワクしながら待っていたいよね。太陽の話に戻るけど、太陽は主に水素とヘリウムから構成されていて、この水素が核融合反応でヘリウムになるの。さらに太陽にはごくわずかだけど、酸素、炭素、ネオン、鉄などの元素が含まれているみたい。構造は中心から核融合が起こっている太陽核、エネルギーが放射として伝わる放射層、エネルギーが対流によって運ばれる対流層、私たちが目にしている太陽の明るい部分で、太陽の表面とみなされる部分の光球、光球の上にある細層、細層とコロナの間にある繊維層、太陽の最も外側の大気層で太陽風の源となっているコロナとなっているの。太陽の中心は約1600万度、太陽の表面、光球の温度は約6000度。しかしその上空にあるコロナの温度は100万度以上となっていて、なぜコロナがこれほどまでに高温になるのかは、現在でも完全には解明されていないんだ。太陽はパッと見ていつも同じ状態に見えるけど、実は常に活動していて様々な変化が見られるんだよね。主なものとして4つ紹介するね。黒点。太陽表面に現れる暗い領域で磁場が強く、温度は約4000度と周囲より低いために黒く見えるの。黒点は太陽活動の一つの指標として知られていて、活動が活発になると増えるの。約11年の周期で増減していて、2024年現在、たくさんの黒点が現れているよ。太陽フレア。太陽系最大の爆発現象の一つ。爆発に伴って太陽大気のガスや高エネルギーの粒子、大量の放射線が発生するから電波障害が発生したり、人工衛星に影響が出たり、なかなか大変なんだよね。プロミネース、光源とも表記され、コロナの内部にある細層物質が吹き上がって発生したもの。プロミネースはフレアとは違い、太陽の磁力線に沿って出てくるもので、その大きさは地球をはるかに超える高さにまで達するものもあるの。太陽風。
太陽コロナから常に流れ出ている高速の粒子の流れで地球の大気圏や大気に影響を及ぼしているの。太陽表面の連続写真を見ると黒点が移動しているよね。これは太陽が東から西へ自転しているから。そして中央付近では円形に見えた黒点が端の方だと楕円型に見えるよね。当たり前な話だけど、これは太陽が球体だからということがわかるの。太陽観測衛星による観測解析によると、太陽は予想以上に丸く自然界で最も丸い物体であることが分かったんだって。球体って最もシンプルでありながら正確に作ることが非常に困難な形だから、太陽すごってなるよね。太陽から地球に届くものは主に太陽光、太陽風、ニュートリノの3つ。太陽光は波長の違いで可視光線、赤外線や日焼けの原因になる紫外線などが含まれているの。太陽風は太陽のコロナから放出されて地球の磁場や大気と相互作用してオーロラなどの現象を引き起こすことがあるよ。ニュートリノは太陽の中心で発生するとても小さい粒子、素粒子で、あまりにも小さいから人の体はもちろん地球をもすり抜けていく粒子なの。太陽は私たち地球上の生き物にとって大切な存在だけど、この存在は永遠には続かないんだよね。今から50億年後には太陽は赤色巨星に変化するの。その過程で地球はその外装に飲み込まれる可能性が、最終的に太陽は弱い光を放つ白色矮星になって太陽系は非常に寒く暗い場所になると言われているの。途方もなく先の話にはなるけど、今を大切に生きていこうね。今回は太陽についてお話できて楽しかった。次は何についてお話ししようか考えてみるね。高評価、チャンネル登録してくれると嬉しいな。最後まで見てくれてありがとう。また来てね。